ちがギリシャ鉄道の未来を切り開きました。現役電車運転士の T 学長です。生徒のユンです。驚きの結果も含めて、日立のギリシャプロジェクトについてこれから詳しくお話しいたします。それでは一緒に見ていきましょう。この地下鉄、ただの地下鉄ではありません。建設中にとんでもない問題が発生してしまったんです。とんでもない問題？一体何があったんですか？結論から言うと、この地下鉄は単なる交通インフラではなく、日本の技術力を世界に示す歴史的なプロジェクトなんです。どういった意味で歴史的なんですか？まずこれはギリシャ初の完全無人運転地下鉄です。そして厳格な審査で知られるヨーロッパ市場において、非 EU 企業である日立が大規模プロジェクトを受注した、象徴的な事例でもあります。なるほど、それは確かに歴史的ですね。ところでこのプロジェクトの規模はどれくらいなんですか？では、ここでユンちゃんにクイズです。4700億円という金額の規模感を知るために、身近なものと比較してみましょう。この3つのうち、4700億円とほぼ同じ規模なのはどれでしょうか？ 1、日本マクドナルドの年間売上。2、ユニクロの年間売上。3、イオンモールの年間売上。ユニクロやマクドナルドはもっと多そうだし、3のイオンモールの年間売上高でしょうか？正解です。巨額プロジェクトということになりますね。なるほど、わかりやすかったです。ちなみにその規模の線路の長さはどれくらいになるのでしょうか？路線の長さは全長 9.6km、駅の数は13駅です。これだけ聞くと、それほど大きくないように思えるかもしれませんね。確かに、東京の地下鉄路線と比べると短いような気がします。それなのになぜこんなに費用がかかったんですか？実はこの4700億円という金額には特別な理由があります。先ほども出ましたが、まずこの地下鉄には、世界最先端の完全自動運転システムが搭載されています。そして最も大きな要因は、建設中に予想外の困難が発生し、それを解決するために莫大な費用がかかったことです。予想外の困難ですか？それは一体何だったんでしょう？実際このプロジェクトは2004年頃に計画が始まり、2024年11月30日にようやく開業しました。期間にしてなんと約20年もかかったんです。20年も、なぜそんなに時間がかかったんですか？主な理由は3つあります。まず、2009年から始まったギリシャの財政危機で工事が困難になりました。次に、建設中に予想外の技術的問題が発生し、工事を何度も中断しなければなりませんでした。そしてその問題を解決するため、当初の計画を大幅に変更する必要があったんです。技術的問題ですか？それは確かに工事が大変だったでしょうね。でも、なぜ数ある企業の中から日立が選ばれたんですか？実はヨーロッパの鉄道市場は非常に競争が激しいんです。完全自動運転システムの分野では、シーメンス、アルストム、ボンバルディアといった、欧州の大手企業が市場を支配していました。それならなおさら、そんな中で日本の企業が受注するのは大変だったでしょうね。その通りです。2018年時点での世界の完全自動運転地下鉄市場では、ボンバルディアが24%、シーメンスが18%、アルストムが14%のシェアを持っていました。それに対して日立レールは9% のシェアでした。9% だと、上位3社に比べるとだいぶ少ないですね。それなのに、なぜ日立が選ばれたんですか？それが日立には他社にない、車両、信号、運行管理システムを一括で提供できる総合力、という強みがあったからです。多くの企業は車両だけ、信号システムだけといった部分的な提供にとどまりますが、日立は全てをパッケージで提供できるんです。つまり、ワンストップサービスということですね。まさにその通りです。そして、日立の技術の信頼性は世界トップクラスです。例えば、イギリスでは日立の車両が、ゴールデンスパナー賞を3年連続で受賞し、業界平均の13倍の信頼性を誇っています。それは確かに圧倒的ですね。このテッサロニキ地下鉄プロジェクトは、日立が単なる車両メーカーから、世界有数の統合型鉄道システムプロバイダーへと飛躍する契機となった、歴史的なプロジェクトなんです。現在、日立レールは世界51カ国で事業を展開し、売上高は1兆円を超える規模に成長しています。4700億円のプロジェクトが、日立にとってそんなに重要な意味を持っていたんですね。さて、先ほど、建設中にとんでもない問題が発生したとお話ししましたが、その詳細について見ていきましょう。実は、この問題というのは、建設中に数十万点もの古代遺跡が発見されたことだったんです。とんでもない数ですね。どんな遺跡が見つかったんですか？最も注目すべきは、古代ローマ時代の大通り、
デクマヌス・マクシムスです。これは2000年以上前に作られた大理石の舗装道路で、当時の都市の中心を東西に貫く基幹道路だったんです。2000年以上前の道路が今でも残っているなんて、すごいですね。しかも驚くべきことにこの古代の道路が、現在の地下鉄の駅の中で見ることができるんです。特にベニゼロス駅では、大理石舗装をそのまま展示しています。地下鉄の駅で古代遺跡が見られるんですか？そうなんです。これは世界初の事例で、地下鉄駅が博物館になったと言えるでしょう。他にも、アギアソフィア駅では、ビザンティン時代の墓跡や、モザイクがガラス床下に保存されています。まさに歩く博物館になっているんです。それは観光客にとっても魅力的ですね。でも遺跡を保存しながら地下鉄を作るのは大変だったでしょうね。そうなんです。実は、これが建設に20年もかかった大きな理由です。当初は2004年に計画が始まりましたが、工事中に遺跡が次々と発見されて、その度に工事を中断して発掘調査を行わなければなりませんでした。20年という期間もこうして聞くと納得できますね。さらに、遺跡を破壊しないために、当初の計画より数十メートルも深く掘る必要がありました。これは技術的にも非常に困難な作業でした。まさに古代と現代の技術が融合した奇跡と言えるでしょう。それが先ほどおっしゃっていた技術的問題ですね。古代の遺跡を守りながら最新技術の地下鉄を作るなんて、本当に奇跡的なプロジェクトです。ところで、この地下鉄が開通したことで、実際にテッサロニキの町や住民の生活には、どのような影響があったんですか？素晴らしい質問ですね。では、この地下鉄が開通することで、テッサロニキの街にどのような変化をもたらすのか見ていきましょう。まず、都市交通の大きな変革が起こります。具体的にはどのような変化があるんですか？最も大きな変化は交通渋滞の緩和です。この地下鉄により、1日あたり5万6千台の自動車が道路から消えると予想されています。5万6千台、それは相当な数ですね。そうなんです。これにより、年間7万7千トンもの CO2 削減効果が期待されています。これは約1万6千世帯の年間 CO2 排出量に相当する規模です。環境への効果も大きいんですね。また、この大規模インフラ整備は、ギリシャ国内の経済活性化や雇用創出にもつながっています。建設期間中は約470人の直接雇用、運営期間中は約390人の雇用が創出されました。経済効果も大きいんですね。実際の利用者数はどのくらいを見込んでいるんですか？1日31万人の利用が見込まれています。テッサロニキの人口が約100万人ですから、市民の3人に1人が利用する計算になります。それは住民の生活が大幅に改善されそうです。その通りです。このテッサロニキ地下鉄は、今後のギリシャ都市交通のモデルケースとなる可能性が高いです。古代遺跡を保存しながら最新技術を導入し、環境に配慮した持続可能な都市づくりを実現しています。持続可能な都市づくりという観点でも重要なプロジェクトなんですね。そうなんです。CO2 削減、交通渋滞の緩和、雇用創出、そして何より市民の生活の質の向上。これらすべてを同時に実現しているのが、このプロジェクトの素晴らしいところです。日立の技術力と、遺跡保存への配慮、そして地域社会への貢献が見事に融合したプロジェクトですね。その通りです。単なる交通インフラを超えて、文化、環境、経済のすべてに配慮した、21世紀の都市開発のお手本と言えるでしょう。では次に、この地下鉄に搭載されている、最先端の無人運転技術について見ていきましょう。この地下鉄の技術的な凄さは完全自動運転、つまり GOA4 という最高レベルの技術が使われていることです。GOA4 って何ですか？聞いたことがない言葉です。GOA4 というのは、運転士が全く必要ない完全無人運転のことです。実は自動運転にはレベルがあって、GOA1 から4まで段階があるんです。日本のゆりかもめやポートライナーは、GOA2 から3程度なんですが、このテッサロニキ地下鉄はその最高レベルなんです。つまり、運転席に誰もいない状態で電車が動いているということですか？その通りです。列車はすべて自動で発車し、速度を調整し、駅に正確に停車します。しかも、異常が発生した場合は遠隔の運行管制センターが、24時間体制で監視しているので安全性も確保されています。でも、どうやって列車同士がぶつからないようにしているんですか？素晴らしい質問ですね。ここで重要なのが CBTC システムという技術です。これをスマホの通信で例えて説明してみましょう。従来の鉄道信号はまるで固定電話のようなものでした。決まった場所にある信号機でしか情報のやり取りができません。
なるほど、固定電話だと決まった場所でしか通話できませんね。しかし CBTC システムはまるでスマホのように、列車がどこにいても、常に地上の制御装置と無線で通信しているんです。列車は自分の正確な位置や速度を常に地上に報告し、地上の制御装置は、ここまで進んでよいという指示を出します。スマホがどこにいても基地局と繋がっているのと同じですね。まさにそうです。これにより列車同士の安全な距離を保ちながら、効率的に運行できるんです。そしてこの地下鉄は現在3分半間隔で運行していますが、将来的には、なんと1分半間隔での運行を目指しているんです。1分半間隔？それってすごく短いですよね。そうなんです。2025年の延伸工事完成時には1分半間隔を実現予定で、例えば、東京の銀座線でも約2分間隔、ニューヨークの地下鉄でも約2分間隔が一般的です。1分半間隔というのは世界でも最高レベルの運行頻度なんです。でもそんなに頻繁に運行して本当に安全なんですか？安全性は多重に確保されています。列車には複数の独立したセンサーや通信装置が搭載されていて、一つが故障しても他がカバーします。また、プラットフォームドアが完全に閉まるまで列車は発車しませんし、線路上に障害物があれば自動的に停止します。技術的にはすごいのはわかりましたが、今現在、実際に利用者には受け入れられているんでしょうか？これが実は、開業初日から大成功を収めているんです。2024年11月30日の開業日には、なんと25万人以上の人が利用しました。開業初日でそんなに多くの人が？そうなんです。これは当初の予想を上回る利用者数でした。延伸工事が完成すれば、1日31万人から34万人の利用を見込んでいます。それだけ多くの人が利用するとなると運賃が高そうですが、ところが、運賃は非常に安く設定されています。なんと70分間、地下鉄内での乗り降り無制限で0.6ユーロ、日本円で約90円なんです。それは確かに日本の地下鉄と比べるとかなり安いです。最先端の技術なのにこんなに安く利用できるなんて驚きです。最先端の技術を使いながら、市民にとって使いやすい交通手段を提供している。これがまさに、このプロジェクトの素晴らしいところなんです。テッサロニキ地下鉄の成功を受けて、日立レールはさらなる技術革新を進めています。どのような技術革新を進めているんですか？特に注目すべきは、AI、5G 技術を活用した次世代システムの開発です。例えば AI を使って列車の運行状況をリアルタイムで最適化し、乗客の流れを予測して運行間隔を自動調整します。また、5G 通信でより高速で安定した列車制御を実現し、さらに短い間隔での運行も可能になります。AI と 5G の技術が鉄道にも使われるんですね。具体的にはどんな効果があるんですか？例えば、朝の通勤ラッシュ時に乗客が多い駅では、自動的に停車時間を延長したり、天候が悪い時は安全性を考慮して速度を調整したり、といったことが全て自動で行われるようになります。それはすごく便利ですね。そして、日立レールの世界展開実績も素晴らしいものがあります。例えばイタリアのミラノ地下鉄4号線、5号線、台湾の台北環状線、ペルーのリマメトロ、デンマークのコペンハーゲンメトロなど、世界各地で無人運転地下鉄を展開しています。世界中でとはすごいですね。そうなんです。現在、世界51カ国で事業を展開し、売上高は1兆円を超える規模に成長しています。特にヨーロッパでは今回のギリシャの成功により、さらなる受注拡大が期待されています。日本の技術が世界で認められているということですね。また、日立レールは今後、アテネ地下鉄ライン4の建設プロジェクトにも参加予定です。これが完成すれば、ギリシャでの日立の存在感はさらに高まるでしょう。ギリシャでの成功が次のプロジェクトにも繋がっているんですね。日立にとって本当に重要なプロジェクトだったということがよくわかりました。その通りです。技術面だけでなく、文化的な配慮も含めた総合的なプロジェクトとして、世界中から注目されています。でも改めて振り返ってみると、地下鉄の駅が博物館になるなんて、想像もしませんでした。このプロジェクトは、日本の技術力を世界に示す象徴的な事例です。古代の遺跡を大切にしながら、最新技術で人々の生活を便利にする。これこそが真の国際貢献だと思います。本当にそうですね。技術だけでなく文化への配慮も素晴らしいです。単なる交通手段ではなく、文化や歴史を次世代に伝える役割も果たしています。普段私が運転している電車も、多くの人の技術と思いが込められているんだなと改めて感じました。皆さんはこのような日本の技術力をどう思いますか？コメント欄で教えてください。
ぜひ皆さんのご意見をお聞かせください。ここまで見ていただいた皆さんは立派な本学の生徒です。これからも私たちと一緒に鉄道について学んでいきましょう。このチャンネルでは現役電車運転士の私が、鉄道について解説していきます。もしこの動画が参考になったと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。また、このチャンネルで取り扱ってほしいテーマや、現役電車運転士の私に聞きたいことがあれば、コメント欄にコメントをお願いします。それでは今日はこの辺りで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。